退職金の制度は会社が決めるものだぞ。文句を言われる筋合いはないな。社長は余裕の表情だった。信じられない。こんなことがあっていいのだろうか。40年も働いてきた俺の退職金がたったの120円だなんて。いや、それにしても本当にありがとな。お前の頑張りは忘れないよ。なんとも白々しい感謝の言葉。こんな搾取は許せない。許していいわけがない。立つ鳥跡を濁さず、俺はきれいに掃除をして帰ることにした。俺の名前は友則。金属加工を手掛ける下町の工場で25歳の頃から働いている。時の経つのは早いもので、いつの間にか勤続40年。ついに定年を迎えることになった。思えばいろいろなことがあった。結婚できたのも、家を建てられたのも、仕事があればこそだ。今までこの会社で働いてきた先輩たちも、こういう気持ちで去っていったのに違いない。初代の社長が会社を起こしたのは、戦後間もない頃だったという。初代は海外で学んだ技術を持ち帰り、オリジナルの金属製品を売って会社を大きくした。努力家でアイディアマンでリーダーシップにも富んでいる。正真正銘の傑物だったそうだ。でもだんだんと時代が変わって競合も増え、技術は古くなり、今は下請けの仕事ばかり。時の流れは残酷だ。会社の規模は俺が若かった頃の半分以下になってしまった。俺が入社した時、社長はすでに2代目だった。古澤社長は当時46歳。まさに働き盛りというところ。けれど時代が悪かった。物を作っても売れなくて、売り上げは減り、給与も下がった。毎月のように退職者が出る。打開策もない。古澤社長は苛立ち、切れやすくなった。お前らの働きが悪いせいで商品が売れないんだ。もっとしっかりしろ。はっきり言って、古澤社長は社員に葉っぱをかけるのが下手だった。尻を叩くばかりでは人を動かすことはできない。それが分かっていなかった。社内には古澤社長に対する不平不満があふれかえり、不協和音が鳴り響いていた。利益の減少に雰囲気の悪さが加わって、険悪な空気が長く晴れなかったように思う。口の悪い先輩たちは酒が入るとよくまさに王道だと皮肉を言って笑っていた。立派な初代が会社を立ち上げ、2代目がそれを傾かせる。そして3代目が潰してしまう。当時3代目にあたる人物はまだ社内にいなかった。それになんだかんだ言っても先輩たちも一生懸命働いていた。きっとどこかで自分たちが頑張れば会社は持ち直すと信じていたのだと思う。もちろん俺だってそうだ。何しろ若かったから将来に対する悲観も不安もなかった。会社を潰す3代目が本当に入社してくるなんて、その頃は全く考えていなかった。古澤社長の息子和弘が入社してきたのは俺が44歳の頃だった。俺より4歳若い彼は国内の大学を出た後、海外の大学でも数年間学んだらしい。その後商社に入って営業の仕事をしていたけれど、事情があって転職したのだとか。激務で体調を崩したとか、父親の頼みを受け入れたとか、いろいろな噂話が飛んでいた。和弘はというと、そういった前評判や噂の数々とはかけ離れた個性の持ち主だった。どうも、社長の息子の和弘です。適当によろしくお願いします。とても40歳の男とは思えない自己紹介の挨拶。和弘は軽薄に服を着せたような、実にろくでもない人間だった。態度は悪いし、仕事は覚えないし、妻子ある身なのに放蕩を繰り返している。接待を理由に飲み歩き、会社に経費を請求しているという噂もあって、評判は最悪だった。あの頃、社員はみんな、あんな奴が次期社長だなんてありえない、と嘆いていたものだ。そう、いつか和弘が社長の椅子に座ることは誰の目にも明らかだった。本人にも自覚はあったと思う。古澤社長も
息子に後を継がせる考えを隠さなかった。和弘があんなにも自堕落だったのは、将来の安泰が約束されていたからに違いない。経営者の一家に生まれて苦労を知らずに育てば、人としての根が腐るのもある意味当然だ。できる初代が会社を起こし、半端な二代目が経営を傾かせ、不出来な三代目が潰す。この会社は王道を突き進んでいる。悲しいけれど、俺にはそう思えて仕方なかった。和弘と俺はぶつかってばかりいた。年齢が近い俺は指導役を任されていて、奴と接する機会が多かった。遅刻までサボりまで仕事を覚えない。そんな和弘とぶつからない方が難しかった。何度言ったらわかるんだ。遅刻するなよ。社会人としておかしいぞ。海外での暮らしが長かったもんでね。そうガミガミ言うなよ。先輩に対する口の利き方もなってないな。それも海外での暮らしのせいか。かもしれないな。そっちこそ口の利き方に気をつけたらどうだ。俺は次期社長だぞ。今のうちに大切に扱っておかないと、そのうちひどい目に遭うぞ。ニヤニヤと笑いながら俺を脅してくる和弘。彼は他の社員たちに対しても同じような態度で接していた。当たり前だけれど、社内での評判は悪かった。プラスの要素が一つもない。和弘はミスをしても知らんぷり。人のせいにして追及をやり過ごそうとする。後から分かったことだけれど、和弘が前の会社を辞めたのは彼の怠慢が原因らしい。上司からサボり癖を厳しく注意されて激しい口論になり、腹を立てて退職したのだとか。しかも和弘は同じような理由でこれまでに3回も転職していた。ちょっと異常だ。成長がなさすぎる。ダメ人間という自覚もなさすぎる。嘘も多いし無責任だし口も悪い。それなのにいつかはこんな男を社長として担がなければならない。まるで罰ゲームだ。和弘が入社してからというもの、俺たち社員のイライラは募る一方だった。俺はそんなイライラを爆発させたことがある。和弘が入社してきて2年ほど経った頃だった。俺は彼が作業中にしたミスを指摘し、正しい方法を教えた。すると和弘は子供のように頬を膨らませ、作業そのものを放棄した。やってらんねえわ。勝手に進めといてくれる。俺、タバコ吸ってくるから。いやいや、待てよ。何を考えてるんだ？そんなことが許されるわけないだろ。あれ？俺は別に誰の許しも求めてないけど、勘違いすんなよな。そう言って平然と工場から出ていく和弘。当時彼は金属加工の作業の一部を学んでいる最中だった。営業として働くには具体的な作業を知る必要がある。それが社長の方針だったからだ。けれど和弘は入社して2年が過ぎてもこちらが求めるレベルに達していない。やる気が欠落している。こんなことでは社長はもちろん営業にだってなれないだろう。何を言っても聞かない和弘。俺はこみ上げる怒りに任せて古澤社長を訪ねた。社長、和弘君はまた仕事をサボってタバコ休憩に入ってしまいました。何度注意しても聞いてくれませんし、仕事も覚えてくれません。どうにかなりませんか？そうか。悪いな。ああいうやつなんだ。俺にもどうにもできんのだよ。いずれは彼を社長にする考えだとお聞きしましたが、私は反対です。気持ちはわかる。君以外の社員からも似たようなことを言われた。でもな、身内が後を継いだ方が争いが起きなくていい。それに社長なんて誰がなっても同じさ。古澤社長はそう自重気味に笑った。親族が会社を継いだ方が銀行や出資者にとって安心感があるという。資産の保全という観点からもメリットが大きいそうだ。でもそれは経営者側の話。この人たちは社員のことなんか少しも考えていない。俺にはそう思えて仕方なかった。そうこうしているうちに数年の時が流れた。反対の声が多いにもかかわらず、和弘は新社長の座に就いた。あんなにも社員から歓迎されないトップを俺は他に知らない。けれどそんなのは和弘にはどうでもいいのだろう。ヘラヘラと
就任の挨拶をした。どうも、新しく社長になった和弘です。皆さん、これからは俺の手足となって、この会社のためにますます頑張って働いてください。社長になった和弘は前にも増して働かなくなった。実務のほとんどは幹部に振り分けて、自分は何もしない。会議にすら出ない。出社しても社長室でパソコンを見ているだけ。どうやら外国為替に手を出しているらしい。ただそれでも会社は回った。和弘はお飾りの立場に満足しているようだった。その後、有り余る時間を使って和弘が始めたのは、俺に対する嫌がらせだった。おい、俺のおごりで飲みに行くぞ。ついてこい。あ、友乗り以外な。和弘は俺を阻害して社内で孤立させようとした。他の社員ばかり重く扱って俺のことは徹底的に冷遇する。わざと差をつけられたり下に扱われたりするのは腹立たしくて仕方なかった。和弘はおそらく俺が古澤元社長に直談判しに行ったことを知っている。和弘を社長にするのには反対だと訴えたことを父親から聞いただろう。差別的な扱いにはそんな彼の行動に対する報復の意味もあったに違いなかった。和弘は年を追うごとに横暴になっていった。新入社員がやってくると、彼は最初猛烈に相手を威嚇する。おいこら、何度言わせるんだ。同じミスを繰り返すんじゃない。俺はどの口が言うんだと思わずにはいられなかった。挨拶はしない。同じミスばかりする。そんな過去の自分を棚に上げて、萎縮する新入社員たちをかばって、俺は何度となく和弘に対して意見した。新人にはミスも仕事のうちです。そう怒鳴らないでやってください。なんだと。そもそもお前の指導がなってないからミスが起こるんだろうが。俺が何を訴えても和弘には届かなかった。きっと彼の心の中にあるのは俺に対する敵意だけだったのだと思う。やがて和弘は新入社員がミスをするたびに俺にペナルティーを課すようになった。工場の中を掃除しろ。最後まできちんと片付けてから帰れよ。ベテラン社員の俺は自分で言うのもなんだけれど高い技術を持っている。俺にしかできない作業だって多い。そんな俺に罰として掃除をさせる和弘。ミスをした新入社員は大いに恐縮して手伝いを申し出た。でも許されなかった。和弘がダメと言うから仕方がない。俺は疲れた体に鞭打って掃除をするしかなかった。そうこうするうちにとうとう俺にも定年退職の日が来た。振り返ってみれば和弘が来てから散々な毎日だった。転職する道もあったと思う。けれど40歳を超えた男の尻は重いものだ。辛い辛いと言いながらも慣れた職場に残り続けて、ついにここまで来てしまった。会社で最後の挨拶をした後のことだった。事務所で手続きをしていた俺に総務の女性社員が話しかけてきた。深刻そうな表情だった。口止めされているけれど言わずにはいられないという。彼女から詳しい話を聞いた俺は社長室に直行した。和弘はスマホをいじっていた。社長、私の退職金が120円というのはどういうことですか？ああ、総務の連中が話したんだな。黙ってろって言ったのに。40年間も働いてきた俺の退職金がたったの120円。冗談じゃなかった。こんなことが許されていいはずはない。不当だ。横暴だ。場合によっては訴える。俺は勢いに任せて和弘に迫った。ところがあちらはいつものようにヘラヘラしているだけ。怒る俺を鼻で笑った。退職金の制度は会社が決めるものだぞ。文句を言われる筋合いはないな。規定通りの計算をした結果、お前の退職金は120円だった。それだけだ。諦めろ。そんなわけないじゃないですか。ちゃんと計算してください。いや、それにしても、ほんとありがとな。お前の頑張りは忘れないよ。お前から何度も反抗されたり、文句を言われたりしたことも忘れない。
いつだったか言ったよな。俺を大切にしないと後が怖いぞって。今がその時だよ。これは立場を利用した暴力だ。許せない。許していいわけがない。とっとと帰れと和弘が言うので、俺もそうすることにした。こいつとは話にならない。行動あるのみ。結果で思い知らせるしかない。わかりました。きちんと片付けて帰りますね。はあ？勝手にしろ。もう二度と来るなよ。お前の顔なんかもう見たくない。同じ言葉をそっくり返してやりたかった。こんなろくでもない男とは二度とやりとりしたくない。俺は仕事用のバッグに入れておいた書類をすべて破棄した。そして後輩たちに連絡を取り、ある計画を実行に移すことにした。数日後、俺のスマホに会社から着信があった。出てみると相手は和弘。かなり慌てていた。俺を再雇用したいという。会社で何が起きているか、すぐに察しがついた。業務が回らないんだろう。ミスも取引のキャンセルも続発して大混乱。違うか？どうしてそれを知ってるんだよ。お前何かしたのか？何もしなかったと言ったら嘘になる。退社する直前、俺は会社にとって重要な書類を捨てた。最古参の社員である俺の個人的な仕事のノウハウをまとめたファイルだ。あれさえ後輩たちの手に渡っていれば、工場の仕事はもっとスムーズに回っただろう。俺がそのことを話すと、和弘は、服務規定違反だと大きな声でわめき始めた。会社の重要な書類を勝手に破棄するな。損害が出たらお前のせいだぞ。絶対に訴えてやる。賠償金を支払わせてやるから、そのつもりでいろよ。勘違いするなよ。俺が破棄したのは個人的なファイルだ。確かに仕事のノウハウが詰まってはいたけれど、所有権が会社側にあるような代物じゃない。だから捨てたってどうこう言われる筋合いはない。後輩たちは困っただろうけど、それは本人たちも承知の上だ。何しろ今回のトラブルは、ある大きな作戦の一部に過ぎないのだから。それから俺は和弘ではなく、後輩たちと話すために会社に向かった。俺の姿を見た瞬間の和弘の笑顔と言ったらなかった。聞いてくれたのか。再雇用の話、検討してくれるんだよな。聞けば、会社にはクレームや注文のキャンセルの電話が相次いでいるらしい。うんざりした従業員たちは次から次に辞めていって、もうどうしようもないのだとか。そんな状況で再雇用しようなんてバカバカしい。俺は和弘の打診をきっぱり断った。もうお前の下で働くつもりはないよ。ちょっとどいてくれないか。今日は後輩たちと話をしに来たんだ。今度みんなで始める新しい会社の経営方針についてな。新しい会社？俺は後輩たち数人と会社を起こすつもりでいた。これまでに培った技術や人脈を大いに活かせる会社だ。俺たちの予定を聞いた和弘は真っ青になって止めようとしてきた。うちから社員を引き抜くつもりか？やめてくれ。そんなこと許さんぞ。お前の許しなんかいらないよ。どこに勤めるのもその人の自由だろう。半泣き状態の和弘。ろくでもない行いの報いを受ける時が来た。そんな風情だった。その後も会社の内部崩壊は進み、退職を希望する社員が続発したらしい。和弘は会社の規模を縮小して対応したようだけれど、それでも追いつかなかった。数ヶ月後、とうとう会社は無能で傲慢な3代目のせいで潰れてしまった。その後、外国為替での失敗も重なって、和弘は多額の借金を抱えることになった。父親からも見放された彼が、どこでどんな風に暮らしているか、もう誰も知らない。俺は後輩たちと起こした会社の初代社長に就任した。ただの社長じゃない。仕事の第一線で汗水垂らして働く社長だ。和弘と縁を切った後輩たちが続々とうちの会社に入ってきている。ダメな社長とはどんなものかを知っている彼らの前だ。めったなことはできない。みんなから尊敬される社長でいられるよう、今後も体力が続く限り働き続けたいと思う。